んにちは、ケノタンです。こんにちは、ピースケです。爆走ババアチャンネルへようこそ。今日はババアが作ったリアボックスを紹介するよ。シャッターがお風呂の蓋でできてるんだよ。って言いたいところだけど、実はちょっと問題があってさ。まずはそこからだね。そうなの？大きく分けて問題は4つあるよ。なるほど、まずは直さないとだね。うわ、引っかかってるね。しかも開け閉めしてたらローラー壊れちゃった。そもそもさ、なんでシャッターにしようと思ったんだろ普通の蓋だと開けた時に場所を取るからね。う。確かにシャッターだとスペースいらないもんね。最初市販の物置を使う案もあったよね。あれは風がヤバそうですぐ却下になったけど。それで風に強いボックスを自分で作ることにしたんだね。で、このローラー部分、水道用の VP パイプに木の軸を通してたんだけど、強度がなさすぎてひびが入っちゃった。今回これを丈夫な材料に変えるんだね。木の軸はやめてフランジって金具で固定したよ。これなら安心だね。あとシャッターの通り道も見直したよ。木じゃなくてアルミ複合板に変更。ツルツルしてて滑りが良さそう。しかも軽くなるから一石二鳥だね。それとこのレール、シャッターの厚みに対して幅が広すぎたんだよ。だから開けるとき波打ってたんだね。なのでアルミ複合板を貼って幅を調整したよ。最後に切った戸当たりゴムでシャッターの軌道を調整したよ。これで引っかからなくなったね。確かにこのアイボリー地味かも。っていうか、ここに切り込みがあるのはなんで？もともと棚板の金具を避けるために切ったんだけど、棚を外すことになって意味なくなっちゃった。塗装は心配してたみたいだけど、下地処理ちゃんとすれば意外と綺麗に塗れるよ。でも色がムラになってるよ。それは回数でカバー。結局5回塗りしたらしいよ。このピンク、レトロな雰囲気だよね。ますます見た目が昭和っぽくなったね。でも前より可愛くなったね。実はババアがお世話になってるバイク屋さんに重すぎて危ないって言われたんだって。プロの意見は聞かなきゃだよね。18ミリの木材、正直かなり重かった。だから変えられるところは軽い素材に変更。ちなみに家庭用カッターでも切れるよ。同じところに何回か刃を入れるんだね。でも切り口ギザギザだよ。そこはカンナが便利だよ。一瞬でシュルッと削れた。ババアはこの方法が早くて綺麗だって言ってるよ。あ、でも本来は木材用の道具だからやるときは自己責任でね。仕上げにマーキングフィルムを貼ったよ。白だと味気ないもんね。こことここをアルミ複合板に変えたよ。かなり軽くなったね。最初は折りたたみ棚だったけど、使える場面が少なかったんだよね。だから可動式にしたんだね。
これなら荷物に合わせて調整できる。これで全部クリアだね。多分ね。かつて市販の大きなリアボックスを使っていたババア。突風に煽られへこみに転倒したことがあります。正直風で怖い思いはもうしたくない。それでもたくさんの荷物を運べるものが欲しかった。そんな少し欲張りな望みを叶えるためにババアはリアボックスを自作することにしました。出来上がったサイズは幅600、奥行き510、高さ 960mm、およそ240リットルの大容量。けれど側面のメッシュパネルが空気の通り道を作ってくれるおかげで横風の影響は控えめになっています。素材は木材をベースにしつつ厚さ 3mm のアルミ複合板を併用。軽さと強さのバランスを取りました。本体カラーは2色の塗料をブレンドしたこだわりのマイルドレッド。側面のメッシュを利用した棚板は買い物に配達に旅行にシーンに合わせて高さを変えることができます。この面は旅の記憶を重ねていくキャンバス。いつかキャノピーを降りる日が来てもこの記憶だけは大切にとっておきたい。生まれ変わったリアボックスとともに今日もババアは横浜の街を走ります。